ドラゴンボールはちょっとストーリーがちゃんとあるので、永遠に続かせるのが結構難しいんですよね。天下一武道会ですとか、ピッコロ大魔王が攻めてきましたとか、セルが攻めてきましたとか、一応何かが攻めてきて倒すっていうストーリー設定があったりするので、そうするとその脚本家レベルで作るのがちょっと難しくなっちゃうんですよね。作者さんが亡くなった後にストーリー漫画が続くっていうのは、多分初の例がベルセルクになるんじゃないかなと思うんですけどね。国民的アニメの寿命とは、最近40周年のドラゴンボールの作者や35周年のちびまる子ちゃんの声優が60代で亡くなりショックが大きいです。生きた人間が作ってるアニメや漫画いつか終わりもきますが、サザエさんやドラえもんは声優を交代して付けたり、ワンピースは漫画村海賊団に対抗し、YouTube やアニメ全部載せたり、国民的アニメはどう存続していくんでしょうか。クレヨンしんちゃんもそうだと思うんですけど、割と一話完結型の話だと、結構他の人が作っちゃってもいいよねっていうのがあるんですよね。もともとその漫画とかも本当に作者だけが作ってるかっていうとそうでもなくて、鳥山明さんのドラゴンボールの場合だと、天下一武道会みたいなやつとかって、鳥島さんがこういうのやった方がいいんじゃねって言ったっていうのも、インタビューかなんかで答えたと思うんですけど、っていう感じで割とその編集者さんのアイデアが結構漫画に組み込まれるっていうのはよくある話で、で、サザエさんとかはもう長谷川町子さん亡くなってるんですけど、脚本家の人たちが普通にアニメを作ると。クレヨンしんちゃんも多分もう、クレヨンしんちゃんって今映画とかは作者が関与しない形で作ってるんじゃないかなと思うんですけど、で、ワンピースの、ワンピースレッドとかは多分、あれは小田一郎さんそこまで関わってないんじゃないの知らんけど。感じで、もともと漫画とは違って映画になったりすると、作者さん自身がやらなくて、他の人がストーリーを作るっていうのはありがちなんですよね。スラムダンクの場合は、作者さんが自らアニメ映画を作るっていう結構珍しい例だったんですけど、キャラクター設定がきちんとしていて世界観があると、その世界観とそのキャラクターを活かして、他の人が脚本なりを作ったとしても、それなりに世界観を壊さないものが作れたりするので、なので漫画家が亡くなったりとか、原作者が亡くなったりしても話が続くっていうのは結構あると思うんですよね。北斗の拳とかは、オマージュをもう勝手に作ってくださいみたいな感じで、いろんな形の人に二次創作みたいな形で雑誌連載みたいなのをお願いしたりしたっていうのがあったりして、でも別に何事もなく、北斗の拳的なものというのは社会の中で生き続けてるっていう感じなんじゃないかなと思うんですけど、スランプパラレちゃんの面白さってどういうところなんでしょうか。不条理ギャグアニメなんですけど、不条理ギャグアニメの中で、絵柄がすごく可愛かったので、多分ファミリー世代で受けた不条理漫画でテレビアニメまで行ったのが初なんじゃないかな。これは初じゃないかもしれないですけど、僕が知る限りなんですけど、その前ってジャンプだと、小回りくんだったりとか、なんか割とちょっと下品なものが多かったんですよね。下品だったり、大人がちょっとこう眉をしかめるような不条理漫画が多かったんですけど、あられちゃんに関しては主人公が女の子であるっていうのも含めて、そこまでそのきつい表現っていうのがなかったんですよ。最初の頃には結構ギリギリのラインとかを狙ってたりあったんですけど、なので一般の人が見ても割と許されるっていう、マカロニほうれん草とかですね。一般の子供とかが見ると良くないみたいな例でいくと。なので、ああいうその不条理漫画っていうのがうまくいったのはそこら辺なんじゃないかな。ジャリンコ知恵は、どちらかというとストーリー漫画なんですよね。生きてる人がいて、その人が生活をしていくっていう、一般的な漫画の人間が出て普通に生活するっていうので、逆漫画って特殊能力を持ったりするんですよ。アルエちゃんとかめちゃめちゃ強いとか、首が取れても生きているとか、っていう感じで、不条理ギャグ漫画って基本的には現実とは違う設定っていうのを入れがちなんですけど、現実とは違う設定がありながら面白いギャグをやるっていう、そういう不条理系では最初じゃないかな。ちびまる子ちゃんとかだと、不条理ギャグ漫画というよりは、むしろその現実の中の桜ももこさんの自分の生活と結構重なった部分もある、人の人生を描いてる作品なんですよ。サザエさんとか、ちびまる子ちゃんとかって、空飛んだりとか、ミサイルとか出てこないじゃないですか。でも、不条理ギャグ漫画だと、ミサイルが出てきたりとか、めちゃめちゃでかいハンマーが出てきたりみたいな。シティハンターとかはめちゃめちゃでかいハンマーとかが出てくるので、あれは不条理ギャグ漫画にカテゴライズされるんじゃないかなと思ってます。なので、これは人によってこうカテゴライズしてると思うんですけど、ただ不条理ギャグ漫画っていうのを漫画雑誌を見ない人が、テレビを見て初めてこう、あ、こんなのがあるんだっていうので受け止めたっていうのがあるんじゃないかなと思うんですけど。なので、そういう意味でいくと、ドラゴンボールはちょっとストーリーがちゃんとあるので、
永遠に続かせるのが結構難しいんですよね。一話完結型の血のある話とかもちょこちょこあるんですけど、基本的には天下一武道会ですとか、ピッコロ大魔王が攻めてきましたとか、セルが攻めてきましたとか、一応何かが攻めてきて倒すっていうストーリー設定があったりするので、そうするとその脚本家レベルで作るのがちょっと難しくなっちゃうんですよね。そこまでのストーリーというのを鳥山明さんの承認前に書いていいのか、承認のない中で書いていいのかっていうところが結構難しくなってしまうので、ただその映画みたいなので1話で終わるんだったらまあいいよねなんですけど、やっぱりその全体のストーリー構造までを赤の他人が書いちゃうのはいかがなものなのかなっていうので、なので、それが許されそうな例でいくと多分ベルセルクが僕が知る限り初になるんじゃないかなと思うんですけど、ベルセルクの作者さんっていうのが三浦さんが亡くなってしまったんですけど、ホーリーランドっていう漫画を描いてる漫画家の森さんだったかなが、めちゃくちゃ仲良くて、ベルセルクこういう風に終わるよねっていうのを聞いてて、で、そこら辺の編集さんだったりとか、アシスタントさんというのも、ベルセルクはこういう形のオチになるっていうのを大体分かってると。なので、作者さんが亡くなったんだけど、そのストーリーを森さんとアシスタントさんと編集さんで、この続きを描くっていうのをプロジェクトとして始まっていて、まだ再開はしてないと思うんですけど、僕が知る限り作者さんが亡くなった後にストーリー漫画が続くっていうのは、多分初の例がベルセルクになるんじゃないかなと思うんですけども、はい。栗本薫さんのクイーンサーガっていう小説もめちゃくちゃ長かったんですけど、やっぱり栗本さん亡くなったら終わっちゃうっていう。ゴルゴ13が続く理由っていうのは、あれはストーリーじゃないんですよね。基本1話完結型なんですよね。なので、ああいうタイプは続きやすいんじゃないかなと思うんですけど。はい、漫画を終わらせるのってすごく難しいんですよ。ドラゴンボールってすごく面白い漫画があったんですけど、死ぬほど引っ張らされたんですよね。一応その作者としてはもうここで終わらそうと思ったんだけど、集英社の週刊少年ジャンプっていう漫画は漫画誌を売るためになんとか続けてくださいっていうので、なんかじゃあ魔人ブー編とかいろいろなのをやってなんとか続けさせられたんですよ。フリーザ編とかね。漫画をこのところで終わらせたいって言って終わらせられる覚悟と度胸と、あとそれなりのそのポジションがある人って結構世の中少なくて、僕、その、寄生獣っていう漫画が面白いよねっていうのをちょこちょこ言ってるんですけど、岩脇仁さんっていう方がもう20年以上前に書いた漫画なんですけど、その当時もそれなりにアフタヌーンっていう漫画で人気があって、それなりに面白かったんですけど、終わるところでちゃんと終わるんですよ。この後に、じゃあ敵増やしてもいいし、外国とか持ってきてもいいんだけど、きちんと綺麗に終わるんですよ。で、終わった後にちょっと残すっていう。なので、面白い漫画が面白いまま終わるっていうのが寄生獣っていう漫画で、で、その当時、ガンムっていう木下ゆきとさんっていう漫画書いた漫画なんですけど、あれも、きちんと綺麗に終わるんですよ。なんか、地べたで這いつくばって苦労してる人たちと、上の方で幸せに暮らしてる科学技術を持ってる幸せな富裕層っていう、そういう社会の話だったんですけど、オチとしては、どっちが本当に人間なんだろうねっていうところで、きちんと終わるんですよ。で、あれも広げようと思ったらいくらでも広げるんですけど、で、進撃の巨人も割とちゃんと終わったんですよね。最近有名な漫画でいくと。なので、漫画を終わらせられるっていうのも、それはそれで結構作者の能力が必要なんですよ。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの気に入りになります。